こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回のネタは、各メーカーの新車の中で、リーズナブルに購入できるバイクを調べてみたぜ。どんな感じで？普通に店頭で購入、保証がついて入手できるバイクから、国内メーカー、海外メーカー問わず、価格が安い順にトップ3を紹介するぜ。今回は紹介するバイクの台数が多いから、テンポよく進めていくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。それでは、普通に買えるリーズナブルな新車バイクを排気量別にお届けするぜ。ではまず注意点だ。はい。海外の激安モデル原付やスクータータイプはなし。なんで？激安モデルはおすすめするのが不安だからだ。主は激安海外モデルを購入したことないから何も言えない。中古もなし。なんで？中古は車両状況も詳しくわからないし、価格も時価っぽいから、判断しにくいので。激安エイプを購入してタンクを外したら、ハーネスがギボシ祭りだったことを思い出しました。でも、今回の動画の反応が良ければ、超激安や中古も調査してみたいと思ってる。どっちなんですか？それじゃ、今回紹介するクラスはこちら。1、150cc クラス。2、250cc クラス。3、400cc クラス。4、700cc クラス。5、リッタークラス。です。排気量は各メーカーの分類を参照しています。以上でクラス分けして、それぞれのリーズナブルベスト3を紹介していくぜ。あと、さらにお安いのがありましたらお前の目は節穴かと、突っ込んでいただけると嬉しいです。じゃ、はじめ5。1、150cc クラス。気軽に乗れて高速も走れるバイク。このクラスはアジア圏で盛り上がっており、各メーカーも個性的なモデルを発売してるクラスですね。しかし、国内販売はスクーターモデルで固めるテンプル。ホンダは国内では 125cc の復刻シリーズや、街乗り王者の最強 PCX などで、盤石な体制を整えてるし、ヤマハはバラエティに富んだスクーターシリーズで、このクラスのラインナップを充実させてる。しかし海外に目を向けると、俺たちが大好きなかっこいいモデルが超充実してますね。ヤマハの YZF-R15、ホンダの CB150R とかだな。それでは、150cc までのリーズナブルモデルの結果はこんな感じになりました。3位、GTX、レジェンド150、36万800円。スポークホイールにスタンダードなスタイルが懐かしい、GPX のレジェンド150だ。GPX はタイのメーカーですね。エンジンは 149cc の空冷短気筒。最大出力は約14馬力 8000rpm。最大トルクは約 1.37kgF6500rpm だ。燃料タンクは12リットルで、ユーザーレビューでの燃費は約 35km ぐらいだから、航続距離は約 420km だ。この価格帯のネイキッドバイクとしては、ちょっといいパーツがおごられてますね。フロントフォークが倒立だったり、リアは YSS のサスペンションだったり、LED ライトだったりな。身近に販売店があれば、ぜひ乗ってみたい一台だぜ。2位、鈴木、ジクサー150、35万2000円。鈴木からバイク好きへのプレゼント価格、ジクサー150だ。これは鈴木のお家芸、揺れエンジン搭載車ですか？残念。空冷短気筒エンジンだな。揺れエンジンはジクサー 250cc からだ。エンジンは 154cc の空冷 SOHC 短気筒。最高出力14馬力 8000rpm、最大トルク 1.4kgF6000rpm、燃料タンクは12リットルで WMTC モード 51.0kg だから。航続距離は 612km。この燃費でこの価格？マジっすか？大丈夫っすか？心配には及ばない。色々自慢できる点はあるんだけど、とにかく燃費スペシャルなバイクって点を押しておきたい。いろんな記事で書かれているが、燃費は王者 PCX を超える値が出てる。それに見た目もジクサー250と同じ車格だ。ぜひ、ザ庶民の足、鈴木を体感してみたい人にはおすすめですね。1位、ヤマハ、FZS、FI デラックス、30万9000円、ソックス販売。このクラスの最安値は、ヤマハ FZS-FI デリュークスだ。インド市場向けのバイクで、FZ-FI の上位モデルですね。全体的なデザインは、1世代前の MT シリーズって感じだ。しかし、スイングアームマウントフェンダーや、独特な2段形状のヘッドライトは、特に古臭さは感じない。お値段以上のデザインで、エンジンは排気量 149cc の空冷短気筒 SOHC。最高出力は 13.2 馬力 8000rpm。最大トルクは 1.3kgF6000rpm だ。燃料タンク容量は 12.8 リットル。ユーザレビューでの燃費は約 50km だ。航続距離は約 640km。ジクサー超えてきた。これはソックスの外車販売枠で見つけたモデルで、車両価格は30万9000円だ。ソックスの輸入新車モデルは走行無制限の2年保証だし、車両は安心のメーカークオリティだ。初めての相棒でも、全く問題ないですね。2、250クラス。ちょうどいいサイズ感とパワーのバイク。主も乗ってる 250cc クラスだ。最新の250クラスは扱いやすく、十分な性能もあり、ちょっと背伸びしたバイクライブが楽しめるぜ。軽くて扱いやすいので、リターンライダーさんにもバッチリ。
では、このクラスのリーズナブルモデルはこちらだ。3位、ホンダ CB190X、3点パニアモデル、47万9000円、ソックス。これはホンダが中国で販売しているモデルで、ホンダのクロスオーバーモデル X シリーズの末っ子だ。他に比べ、車両価格は若干高めだが、トリプルパニアが標準装備された状態で販売されてる。実際の展示車を見たことがあるが、パニアは丈夫でベコベコしないし、鍵もついてる。トップケースにはジェットヘルも格納 OK だ。こうしてみると、くちばしバイクもかなり充実してきましたね。エンジンは排気量 184cc の空冷タン気筒 SOHC で、最高出力は約15馬力 8000rpm、最大トルクは約 1.5kgF7000rpm。燃料タンクは14リットルで参考燃費は約 31km。航続距離は約 434km だ。先ほどの150クラスみたいな燃費は出ませんか？さすがに 600km は無理だな。見ての通りトリプルパニアは重さと空力的にかなり不利だし、クロスオーバーモデルってことで、大型スクリーンにエンジンガードなど満載装備だしな。でもこの装備で47万9000円とは、恐るべし中国。実車を見かけたら、ぜひ自分の目で中国の本気を確かめてほしい。2位、ヤマハ FZ25、37万9000円、ソックス。またしてもソックス。先に紹介した FZSFI の 250cc 版だな。インド市場向けモデルで、数々のデザイン賞も受賞しているぜ。通りで、最近のヤマハらしいヘッドライトだと思った。ヘッドライトは LED、そして流行りのデイタイムライト装備だ。道路事情を考慮し、ボディカラーと同色のナックルガードや、泥除け付きのフロントフェンダーがエンドらしいです。エンジンは排気量 249cc、空冷タン気筒 SOHC だ。最高出力は 20.8 馬力 8000rpm、最大トルクは 2.0kgF6000rpm。燃料タンクは14リットル、ユーザーレビューの燃費は約 38km なので、航続距離は約 500km だ。あれ？同じヤマハの 250cc、MT25 の燃費って 25.8km だったと思いますが、同じクラスなのに燃費性能が全然違いますよね。なんでこんなに違うの？車重かな。FZ は単気筒だけど MT は2気筒なので約 15kg 重いからな。FZ は軽いのね。価格も全然違いますしね。MT25 は62万1500円、FZ は37万9000円だ。すごいさ。この価格差はどこかに潜んでるってことだ。このあたりを考慮しておけば、トラブルが起きたって気にならないぜ。気にしてください。1位、ホンダ CB200X、36万9000円、ソックス。このバイクは、ホンダのインド市場向けクロスオーバーモデルだ。同じくインド販売のホーネット 2.0 ベースに、ユーロ5相当規制をクリアした価格も性能もナイスなバイクだ。見た目も 400X そっくりですね。見た目だけじゃないぞ。装備もしっかりしてるぜ。足回りは昭和製、ブレーキは日清製、ナックルガードに埋め込まれたウィンカーなど、チープさなんて全くない。エンジンは排気量 184cc の空冷タン気筒 OHC。最高出力は約17馬力 8500rpm、最大トルクは約 1.64kgF6000rpm だ。信頼性、燃費性能、実用的なパワーと3拍子揃ったエンジンは、ホンダの様々なモデルに採用されるお墨付きだ。燃料タンクは12リットル、ユーザレビューの燃費は約 43km ぐらいなので、航続距離は約 516km だ。こんなにいいバイクなのに、どうしてホンダは国内導入してくれないのかな？それは、バイクの価格がぶっ壊れるからじゃないか？まさか。3、400クラス。これで十分、日本にあった排気量のバイク。ガラパゴス排気量で、車体を他のクラスと共用し生き残っているが、絶滅危惧クラスということは変わりない。なので、買うなら今でしょってバイクを紹介するぜ。3位、ヤマハ MT-03、65万4500円。実は 660cc に、腹違いの兄がいます。こちらですか？現行 MT-03 とは名前が同じだけで何のつながりもないけどな。これはなかなかインパクトがありますが、紹介はまたの機会で。はいな。で、紹介するのは2015年に発売された方の MT さんだ。実の兄弟にあたる MT25 とは何が違うの？排気量と馬力とトルク、そしてギア比、そして価格だ。MT25 は63万2500円なので、2万2000円高くなってます。エンジンは排気量 320cc の直列2気筒 BOHC、最高出力は42馬力1万 750rpm、最大トルクは 3.0kgF9000rpm、燃料タンクは14リットル、WMTC 燃費は 27.6km で航続距離は 386.4km だ。なぜか燃費は MT25 より 1.6km 良い。しかし、このクラスからは車検があるので敷居が高くなる車種ではあります。価格は65万4500円だ。もしこのバイクに乗ってる人を見かけたら、かなりのヤマハ好きだろう。ぜひとも、購入したわけを聞かせていただきたいです。2位、ベネリ、インペリアーレ400、59万9500円。イタリアンなスタイルのバイクがこのお値段で、ベネリはイタリアで1911年から続く老舗メーカーだ。インペリアーレのスタイルは古き良き時代を表現したバイクだな。
ヘアライン仕上げのキャプトンマフラーやスプリング付きシート、直立したエンジンなど、吊るしでも入るバイクだな。エンジンは排気量 374cc の空冷タンクと SOHC で、最高出力は約21馬力 5500rpm、最大トルクは約 2.9kgF4500rpm だ。燃料タンクは12リットル、WMTC 燃費は 32.3kg で航続距離は 386.4km。ビッグシングルらしく、低回転を維持しながらドコドコした排気サウンドが楽しめるとレビューがあったな。振動すごそう。で、お値段は59万9500円だ。歴史ある海外メーカーのバイクだけど、電子制御や支援装備がない分リーズナブルですね。デリバリー予定は2022年6月頃からって話だ。見かけたら、そのスタイルとサウンドをチェックしてみてほしい。1位、ホンダ GB350、55万円。GB350 はインド市場で販売されているホンダのスポーツネイキッドだな。見た目はクラシックだけど、中身は最新技術で設計製造されたバイクだ。そのスタイルはまさに王道、イエス、ユア、ハイネスなバイクです。高須か。2021年に国内モデルの発表され、最近は街中でもかなり見かけるようになったぜ。エンジンは排気量 348cc 空冷タンクと SOHC で、最高出力は20馬力 5500rpm、最大トルクは 3kgF3000rpm。燃料タンクは15リットル、WMTC 燃費は 41km、航続距離は 615km だ。このモデルに試乗したことがあるんですよね。森脇マフラーを装備した試乗車に乗ったことがあるぜ。見た目やエンジン形式から、ビッグシングルの突き上げるような鼓動等々に期待してたんだが、どうでした？実際は単気筒の鼓動感よりスムーズさが勝ってた。あと、残念なのは、国内仕様でスマホの音声コントロールが省かれてる。車両価格が55万円ってことで、仕方ないかと思います。最近インドでマイチェンされて、前後のフェンダーがメッキになった仕様も発売されているな。国内導入は一旦終了したらしいので、次モデルがどうなるか楽しみだな。4、700クラス、エンジンとスタイルのバランスが取れたクラス。このクラスになると、エンジン形式が色とりどりになるな。パラレルツイン、V ツイン、3気筒に4気筒と、個性的なものばかりですね。車両価格が抑えめのバイクには、どんなエンジン形式が使われているのかな？それじゃ、トップ3の発表だ。3位、ヤマハ MT-07、81万4000円。シリーズ通してコスパが最高峰のバイク、それがヤマハのダークサイド MT シリーズだ。電子制御なし、アシスト&スリッパーなしだが、装備がシンプルなゆえに価格も安いぜ。車重も 400cc クラスで、デザインも物合いにショートマフラーと、ヤマハ節が炸裂だ。そして、主が思う MT-07 の一押しポイントは、オイル交換が簡単。それがポイント？バカにしてるな。メンテがしやすいバイクは良いバイクだぜ。CBR600WR の時は、駅間にオイルをぶっかけてましたし、外したアンダーカウルを戻すのも苦労してましたね。主が不器用なだけかもしれんが。そんな MT-07 のエンジンは、排気量 688cc の直列2気筒 DOHC。最高出力は73馬力 8750rpm、最大トルクは 6.8kgF6500rpm。燃料タンクは13リットル、WMTC 燃費は 24.6km で航続距離は 319.8km だ。それにこのエンジンは、ヤマハ一押しの2気筒クロスプレーンだ。81万4000円で、大排気量 CP2 エンジンの独特な音やトルク感を感じてくれ。2位、鈴木 SV650、80万3000円。乗ってるだけで変態扱いされるバイクですね。それ褒め言葉ってことで、SV650 の謎の一つに、なぜこの価格で 90°V 型2気筒エンジンが採用できてるのかってことだ。そうなの？だってさ、リーズナブルな理由って、大抵は部品の共用化だろ？最近の流行りの、2気筒エンジンを他社種展開し、コストを下げるって方法ですね。しかし、SV 専用とも言えるこの V 型エンジンは、液体の取り回しはグネグネだし、V 型だからシリンダーもヘッドもカムチェーンも2組ずつ必要だし、DOHC だからカムシャフトは4本必要だし、並列2気筒エンジンと比べたら、シリンダーが分かれてるから組み立ての手間は2倍だし、なのになぜか価格は半分だ。変態ですね。そんなエンジンは、排気量 645cc の 90°V ツイン DOHC。最高出力は72馬力 8500rpm、最大トルクは 6.4kgF6800rpm。燃料タンクは14リットル、WMTC 燃費は 24.4km で航続距離は 341.6km だ。こんな安くて V ツインでスタンダードなバイク、スズキ以外が作れるのかいいな。これはスズキにしか作れないバイクだ。そんなスズキの変態っぷりは、こちらの動画で紹介しております。1位、ロイヤルエンフィールド、クラシック 500R レディッチ、71万3000円、在庫のみ。海外バイク初の1位ですね。現存するオートバイブランドでは、世界で最も古いメーカー、それがロイヤルエンフィールドだ。そしてこのバイクは、ネオじゃない、本当の意味でのクラシックだ。カラーリングもソリッドでレトロっぽい。特徴的なデザインで、スポークホイールが渋いけど、直立したエンジンは FI 化され信頼性アップ。シート高は 805mm だけど、形状が絞り込まれているから意外に足つきも良いらしい。
エンジンは排気量 499cc で空冷短気筒 OHV、最高出力は約 27.6 馬力 5250rpm、最大トルクは約 4.2kgF4000rpm。燃料タンクは 13.5 リットル、燃費はネット調べで約24キロ。航続距離は約340キロ程度だ。このバイクも、先に紹介したベネリのインペリアーレ400と同じく、かなり振動が出るらしい。クラシックですからね。なので、80キロぐらいまでの一定スピードで走るのがおすすめだ。この排気量の中ではリーズナブルだし、きっと女子受けも良いし、きっと大型に乗りたい女子ライダーにも人気。でもきっと、みんなレベルを選ぶんだろうけど、そんなクラシック500は、71万3000円だ。レベル500は79万9700円。さて、どちらが動画受けするかな？も、リッターマシン、フラグシップをリーズナブルに味わう。さ、これが最後の紹介だ。果たしてリッタークラスでリーズナブルなバイクは一体何でしょうか？3位、川崎 Z1000、118万8000円。ビジュアルとインパクトに全振りした元祖昆虫型リッターストファイマシン、川崎の Z1000 だ。他社のビッグネイキッドは、電子装備満載でどんどん値上げされていったが、Z1000 だけは違った。エンジンパワーを思う存分アスファルトに叩きつけ、トルク制御なしでライダーに牙を向ける野獣バイクは、令和になっても川崎のラインナップに残っている。4本出しの異形マフラーに、有機的なボディデザイン、低く構えたヘッドライトなど、裏川崎を代表するバイクだ。そんな Z1000 がこんな価格でゲットできるなんて、お値段以上だと思う。なんでこんなにリーズナブルなの？ま、これも理由は装備だな。強大なトルクを扱うためにアシスト&スリッパーは装備されてるが、トラコンやパワーモードなどの安全快適デバイスはなし。エンジンが持つパワーを制限するものは一切ない。まさに見た目も出力もネイキッドなバイクですね。エンジンは排気量 1043cc 水冷並列4気筒 DOHC。最高出力は141馬力1万 rpm。最大トルクは 11.3kgF7300rpm。燃料タンクは17リットル。WMTC 燃費は 17.5 キロで、航続距離は 297.5 キロだ。まさに男川崎な乗り物だ。おそらく、もうこんなモデルは発売されないだろうな。手に入れるなら今でしょ。2位、ホンダ、レベル1100、111万円。売れることを運命づけられた、計算づくで開発されたアメリカンバイクですね。レベル1100は、ホンダから大型アメリカンが消えて数年、250の大ヒットから、その上位モデルとして発売されたモデルだ。レベル250、500を踏襲したデザイン、エンジンを強要し抑えられた価格など、売れる要素満載だったバイクですね。ホンダのアメリカンは、一瞬あらぬ方向へ旅立ってたけどな。VT1300 のことか。でも、今ではこんなに落ち着いてて、ライディングモードにクルーズコントロール、ETC に USB ソケット装備して、かなりできる子になってる。エンジンは排気量 1082cc の水冷直列2気筒 OHC、最高出力は87馬力 7000rpm、最大トルクは 10kgF4750rpm。燃料タンクは13リットル、WMTC 燃費は 18.7 キロで航続距離は 243.1 キロだ。価格は111万円。この装備でこの価格は、ホンダだからできる設定ですね。1位、ヤマハ、ボルト、R スペック ABS、104万5000円。シンプルさを追求した結果の姿とこの価格。もうすぐ誕生10年目となる、ヤマハのボバースタイルクルーザー、ボルトがこのクラスのトップオブリーズナブル、だ。発売当初のモデルから大きな変更はなく、カラーチェンジと排ガス規制対応でラインナップに留まり続けているぜ。そのスタイルは、まさにジャメリカンのお手本ですね。60度 V ツインエンジンは存在感抜群、鼓動感とトルク感を味わえるし、エレガントなスタイルだ。エンジンは排気量 941cc で V 型2気筒 SOHC、最高出力は54馬力 5500rpm、最大トルクは 8.2kgF3000rpm。燃料タンクは13リットル、WMTC 燃費は 21.2 キロで航続距離は 275.6 キロだ。そして価格は、104万5000円だ。今は R スペックの1モデルだが、少し前はスタンダードモデルも存在しており100万円を切る価格だった。レベル1100より安い。2013年に登場した初代からほぼ変わらないスタイルなので、もっと安く手に入れるなら、中古もいいかもな。バイク好きなら、一度は乗りたいアメリカン、ですね。全部紹介し終わったぜ。5クラス3車種ずつで全18台の紹介、お疲れ様でした。それじゃ最後はまとめです。まとめ。どうだったレイムさん。今回のネタは？リーズナブルなバイクってなると、性能勝負にはならず、シンプルなネイキッドやアメリカンタイプが多くなりましたね。そうだな。普通に乗るなら攻めた性能は二の次、値段と見た目で選べば外れなしだぜ。排ガス規制や昨今の世界情勢を受けて、価格は少しずつアップしてるけど、これが2022年の新車価格帯って、相棒探しのネタとして参考にしてもらえればと思います。じゃ、長くなったんで、お話はこれで以上だ。では、今回はこの辺で。それでは、See you!